指揮官、そのままじっとしてて。あともうちょっと。よし、今の光景でいいアイデアが浮かんだわ。絵を描いていなかったら今の私は何をしているのかしら。ファウンスに入学してあなたの後輩になってたりして。冗談よ。絵のおかげで大切な思い出がたくさんできたの。それを手放して別の人生を選ぶなんて、そんなのありえないわ。私たちの付き合いは長いから、あなたの絵の腕も上がってるはずね。つまり指揮官は私の教え子ってことね。じゃあこれから卒業試験を行います。指揮官、あなたの筆で私を描いてみて。どうして指揮官はいつも私の喜ぶものがわかるの？違う。指揮官がくれるものだからなのね。指揮官、私はこれから用事が。わかった。タップはあと5秒だけよ。お待たせ指揮官。今日はメイクに時間がかかっちゃって。いつもと変わらない？指揮官、レディに対して失礼よ。仕事はそこまで。さもないと実力行使あるのみ。指揮官、指揮官、聞こえてるかしら。もしそうなら、たとえ寝ていても夢の中でも一緒にいられるわ。あ、絵の具キャンバスにかかった。指揮官、指揮官、戻ったのね。よかった。あなたの肖像画をコピーしたの。世界中に貼ってあなたを探すために。でももう必要はないわね。やっほー。指揮官との久々の再会をお祝いしてサプライズを用意したの。どんなサプライズかって言うわけないでしょ。これで私の描きたい色にまた一歩近づいたわ。高みへ行くほど視野が広がっていく。俯瞰して全体を見るのも素敵だけど、近寄ってこそ見えてくる美しさもあるよね。オリジナルをベースにアップグレード。ダメダメ、いけてないわ。そうね、私が新しい機体のデザインを考えましょうか。インスピレーションが溢れて止まらないの。頭の中の風景を再現するためにも全てのスキルを最大限まで磨かなくちゃ。問題だよ。こんなに優れたデザインと破壊力を兼ね備えた武器をデザインしたのは誰でしょう？ビンゴ！正解はこのアイラちゃんです。さあ、一緒に創作する時間よ。さまざまな色を掛け合わせて調和の取れた絵を描く。あら、私の得意分野だわ。ミッションコンプリート。声優業界に進出しちゃった。
さっきのセリフはどうだった？プロの声優さんみたいだった？芸術協会のメンバーは暇な時間に何をしているかですって？考古調査で見つけたアイテムを収集したり、空中庭園内の商業デザイン依頼に没頭したり、自分の創作活動に注力したりしているわ。私？今話したもの全部好きだよ。空中庭園について知らないことはほとんどないわ。記憶力を自慢してるわけじゃないの。ただ、地球とは比べられないけれど、このちっちゃな箱庭は私が育った場所なのよ。もっと知りたいと思うのは当たり前のことじゃないかしら。期待を変えた理由を知りたい？新しいスタートを切るための第一歩よ。ほら、見た目を変えるだけで印象が変わることもあるじゃない？そうだ、指揮官。あなたの新しい制服をデザインしてもいいかしら。最近、空中庭園で芸術に興味を持つ構造体が増えているみたい。そうね。絵画教室を開いてみようかしら。指揮官も興味ある？じゃあ、個人レッスンもやる必要がありそうね。私、ファンタジー系の作品も大好き。過去の名作でも現代の作品でも言葉と絵から感じられる無限の想像力、素敵だと思わない？子供っぽいって言われることもあるけど、そんなの気にしないわ。指揮官、そのままじっとしてて。あともうちょっと。よし、今の光景でいいアイデアが浮かんだわ。同じ対象を描いても絵の流派によって特徴もだいぶ異なるわ。例えば印象派は光や色が絵に与える影響を重視するけど、写実主義は私の流派は何かって？そうね。どんな流派でも素敵な部分があるけれど、強いて言えば私はアイラ派よ。芸術協会に入ってからたくさんの考古調査に参加したわ。戦場、廃墟、遺跡、破壊された町、朽ちた花畑。どの場所も目に焼き付くほど悲惨だったわ。世界の真実はもう見たって思ってたけど、最近はまたわからなくなっちゃった。ねえ指揮官、あなたの真実って何？話してくれるならとても嬉しいわ。私の考え方にはたまについていけないですって？そういえば昔セレーナも同じこと言ってたわね。アイラは時々人が理解できないことを突然口にするよねって。でも大丈夫、まだまだ時間はたっぷりあるから、私と指揮官の心はきっと通じ合うわ。いつも悩み事がないみたいに見えるって？そんな、私だって悲しんだりするわ。昔セレーナと喧嘩してた頃、何度も本気で怒ったんだから。でもハッピーでいることこそが一番大事だって思ってるの。だってみんな私の泣き顔よりも笑顔の方が好きだから。指揮官、月光って見たことある？あの日、夜嵐が過ぎた後、月の光によってとても綺麗な夜の虹がかけられていたわ。もし人間が自分の色を持てるとしたら、それはきっと月光と同じ色をしていると思うわ。絵を描いていなかったら、今の私は何をしているのかしら。ファウンスに入学して、あなたの後輩になってたりして。冗談よ。絵のおかげで大切な思い出がたくさんできたの。それを手放して別の人生を選ぶなんて、そんなのありえないわ。
人と人との絆。それは、この世で最もキラキラしていて、でもとても儚いものだと思うの。昨日と同じ朝が来ても、次の日には別れが待っているかもしれない。指揮官、もし大切な人がそばにいるなら、どんなことがあっても、絶対にその子から離れちゃダメよ。私は地球から空中庭園に移り住んできたものではないけれど、地球へ帰りたいって気持ちがあるの。だって、指揮官が何度もあの青い星を見つめているから。あなたの目に映る世界はどんな感じなのかしら。今私が描きたいのはそんな風景だわ。私たちの付き合いは長いから、あなたの絵の腕も上がってるはずね。つまり、指揮官は私の教え子ってことね。じゃあ、これから卒業試験を行います。指揮官、あなたの筆で私を描いてみて。私が指揮官に関心がある理由は、いろいろあるわ。そうね、一つ目の理由だけ言うと、指揮官は私の絵のタッチにマッチするから。指揮官は私とどんな関係になりたいの？指揮官、私の絵を見に来たの？ちょっと待ってね、すぐ完成するから。それまでもう少し我慢よ。ありがとう。え？これ私がデザインした商品じゃない。指揮官もこれが好きなの？新しい塗装のデザイン案があるの。完成したら真っ先に指揮官に見せたいけど、どうかな？ありがとう指揮官。どんなお返しがいい？指揮官、新しくオープンした空中庭園のレストランに行ってみましょう。行列の心配ならいらないわ。もう貸し切っておいたから。最近はファンからもらったプレゼントがたまりすぎて、置き場所が足りなくなっちゃった。あ、心配しないで。指揮官からもらったプレゼントは特別なところで大切に保存しているから。最近マネージャーに指揮官に会いすぎだって言われて反省してるんだけど、今度指揮官と出かけるときはバレないようにしようっと。どうして指揮官はいつも私の喜ぶものがわかるの？違う。指揮官がくれるものだからなのね。じゃじゃーん！指揮官に関心がある2つ目の理由を発表します。あなたは絵の中の人物のように触れたくても手が届かないから、知らないうちに惹かれていた。こんな風に言ったら指揮官は照れちゃうかしら。指揮官早く来て。このトラックの積み荷は何かって？私がデビューしてから出版されてきた全作品よ。全部にサインしてたせいで手が痛くなっちゃったわ。はい、ここに指紋を登録して。そうすれば全部指揮官のものになるわ。芸術協会を第2のお家にしてちょうだい。いつか指揮官が戦場に行かなくてもよくなったら私といればいいわ。指揮官と一緒にやりたいことがたくさんあるんだから。指揮官、これを受け取って。指揮官のために発行したアイラ特製万能チケットよ。今後予定されてる私の個展やショーには指揮官に最高の場所を用意しておくわね。指揮官、あなたに関心がある最後の理由も教えてあげる。ちょっと耳を近づけて。くすぐったいでしょう。女の子の大事な秘密をそ
そう簡単に教えるわけないじゃない。自分で見つけ出してね。一体どんなお返しをすればいいのかわからなくなっちゃった。そうだ、私自身をお返しにすれば悩まなくて済むわね。ねえ指揮官、私を受け取ってくれる？ぼーっとしてる指揮官も面白いわね。指揮官は何を悩んでるの？私に話してみて。どうやったら指揮官を元気づけられるのかな？私の元気を指揮官に分けてあげる必要があるのかしら。指揮官、指揮官、聞こえてるかしら。もしそうなら、たとえ寝ていても夢の中でも一緒にいられるわ。指揮官、疲れちゃったの？話す気分じゃない？じゃあ、私も指揮官と一緒にちょっとサボっちゃおうかしら。疲れすぎると明日のインスピレーションまで消えちゃうわよ。仕事はそこまで。さもないと実力行使あるのみ。ねえ指揮官、寝る前に物語を聞かせてあげましょうか。聞くだけじゃ面白くない？じゃあ絵を描いてあげるわ。私と一緒にこの絵を完成させたい？そんなことしなくていいから早く休んで。一緒に完成の瞬間を迎えられないのは残念だけど、指揮官が目覚めた時に最初のサプライズになるわ。今日も楽しかったわね。さあ、指揮官は早く寝て。私が立てたプランを全部こなすには1日2日では足りないわ。指揮官、今日はここでスケッチしてもいいかしら。有名な画家は1日にしてならず。今日の練習は指揮官のスケッチ100枚からよ。指揮官は芸術協会に興味があるの？だったら私が案内するわ。一般公開していないエリアもたくさんあるけど、こっそり案内してあげようかしら。指揮官、今日の私はどう？元気そうに見えるって？ならよかった。お待たせ指揮官。今日はメイクに時間がかかっちゃって。いつもと変わらない？指揮官、レディに対して失礼よ。キャッチ！指揮官捕まえた。だから今日は一日私と一緒に過ごすのよ。最近指揮官の顔を見ていなかったから絵を描く気分になれなかったわ。しっかり責任を取ってね、指揮官。いいところに来てくれたわ、指揮官。今あなたの肖像画を描いてるの。これはどんな時も指揮官の姿を忘れないための私の日課よ。指揮官、戻ったのね。よかった。あなたの肖像画をコピーしたの。世界中に貼ってあなたを探すために。でももう必要はないわね。指揮官、不意打ち禁止。ああ、もうちょっとで指揮官の顔にぶつかるところだったわ。あ、絵の具キャンバスにかかった。指揮官、どうしたの指揮官。私に話したい秘密でもあるのかしら。指揮官にはお気に入りの場所があるよね。指揮官、私はこれから用事が。わかった。タップはあと5秒だけよ。お仕事は全部終わった？
じゃあこれからの時間は私が指揮官を独占してあげる。自由に創作を始めましょう。私の神髄見せてあげる。ドローイングタイム。インスピレーションエクスプロージョン。咲き誇りなさい。イマジネーションに共感しなさい。キャンバス準備完了。この色で未来を塗り替える。書き間違っちゃった。みんなの期待に応えなきゃ。色あせた絵も悪くないかも。これこそが勝利という名の構図よ。天才的なタッチ。私たちの物語は始まったばかりよ。